明けましておめでとうございます。2022年1月16日から31日までの蟹座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。1月16日から31日までの蟹座さんのリーディングを行います。まずこちらに Yes というカードを直感に従ってただはいとだけ言ってください。考えすぎないでくださいって言われています。この時は次のステージに進んでいく移行時期というか、いろいろな重要な決断をしなければならない時になるかもしれないんですが、あまり考えすぎずに直感に従って決断をするというのがとても重要。こちらにチャンスがあなたを待っているドアのカードが出ておりますが、このドアを見つけるためにも開くためにも自分の心の声に従って最善の判断をする。そしてこの時はあなたの心の声を周りの雑音に惑わされることなく確かに聞くことができる。こちらにゴールデンエッグのカード。普段は聞こえないようなあなたの心の奥底からの声。あなたが本当に愛している人は誰なのか。あなたが本当にしたいことは何なのか。その心の声を聞き取って最善の判断をしていく。こちらにペンタクルのエースも出ておりますが、お仕事もしくは生活レベルでステージが変わっていく。それは新しいお仕事が始まることによって、もしくは新しい部署でのお仕事や、新しい立場でのお仕事が始まることによって、生活全般が変わっていく。新しい出会いによってお仕事や生活が変わっていく。今までの経験をもとに上の段階にステップアップするという感じですので、お仕事ですと今までよりも大きなお仕事だったりとか、責任が重くなるお仕事の担当になっていくとか、恋愛の場合は今までお友達だった人が恋人になるとか、そういうふうに今までの経験をもとに、今までの人間関係をもとに次のステップに入っていく。こちらにハングのマンも出ておりますが、今までただ尽くすだけだった関係から次のステージに入っていくというふうにも受け取れまして、ですので今までご家族のために尽くしていて、なかなか自分の時間が持てなかったというような方も、このステージの切り替わりによって関係性の変化によって、あなたが自分の時間を持てるようになって、自分が本当にしたいことというのを始めていくとか、それでこの時大事なのは、自分の心の声に直感に忠実であること。この時は誰かに尽くすステージから切り替わっていく時ですので、ちょっと危険かなと思うのは、この自己犠牲の精神というのが、自分の直感に従うという気持ちよりも強くなってしまうというか、その自分を犠牲にすることに慣れてしまっている人がいる。自分さえ我慢してれば、今まで家族が幸せになれていたとか、自分さえ我慢していれば、お仕事がうまく回っていたというような、そういう環境に慣れてしまっていた方もいるんじゃないかなって思ったんですが、
そういう環境にいた方でも、このステージの切り替えによって、今まではうまく回っていたあなたの自己犠牲というものも、この大切な切り替えの時に使ってしまうと、悪影響が現れてしまう。例えばあなたが良かれと思って、自分の言いたいことを、自分のしたいことを我慢していた結果として、そのあなたが関わっていたお仕事のプロジェクトがうまくいかなくなっていったりとか、こちらにペンタクルの4も出ておりますが、束縛されることに慣れきっていた方もいるんじゃないかなって思うんですけれども、それはプライベートだけではなく、お仕事でも言えて、あなたはこういう人だとか、あなたはこれだけできていればよいというような、そういう狭い世界から自分の本当の心の声を聞いて、確かな選択をしていく。こちらにお羊座満月のカード、燃えるようなクライマックスが近づいています。というメッセージが書かれてますが、このクライマックスというのは、まさにこのステージの移行、そして次のチャンスにつながるドアを見つけていくこと。ある方にとっては燃えるような恋、ある方にとっては情熱を傾けられるお仕事や趣味、創作活動、あなたの可能性を開くチャンスが待っている、このドアを見つけて開いて、あなたは新しいステージに入っていく。前回、肩書きや役割が変わるというメッセージが出ていましたが、とても大きな変化になっていくと、もちろんこの変化を選んでいくのはあなた自身なんですけれども、その変化がお仕事であっても、プライベートであっても、誰かの助けや協力というものが必要になってくる。こちらにハンドシェイクのカードが出ておりまして、この時期あなたが次のステージに進んでいくために、次のチャンスを掴んでいくために、心の声に従って自分の人生を生きていくために、必要な人が現れてくる。全くの初めての人という可能性が高いので、例えば、新しいお仕事の取引先の人とか、そのお仕事が全くあなたにとって初めてのことだったとしても、その人が丁寧に一から教えてくれるとか、あなたが新しい世界を開いてそこを進んでいくために必要な、例えば弁護士さんとか、あなたと一緒に作品を作ってくれるような人だったりとか、あなたの世界観を共有してくれる人だったりとか、あなたが本当にしたいことは何なのかというのと、あなたがどういう世界を築いていきたいのかによって、この出会う人は変わってくると思うんですけれども、おそらくこの後2月以降始まっていく、あなたの新しい世界を開いていくために必要な人、その人の専門知識やあなたに対する理解があることで、あなたはより自信を持って次のステージに進んでいける。今まであなたがずっと心の奥底で育てていた金の卵が日の目を見るステージになるという感じもするので、ご自身の直感と心の声を信じて、自信を持って次のステージに進んでいただきたいなと思いました。それでは1月16日から31日までの蟹座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。